今回こちらの壁にペンキを塗っていこうと思います。こんな感じでひび割れたところがあるので、下処理としてペンキを塗っていく前にこの段差とかひび割れの部分をパテで埋めていきたいと思います。まずはこのカーテンとかいろいろ物を移動して作業しやすい環境を作るところから始めたいと思います。こういう釘の跡っていうか、壁からちょっとポコって出てるところとかはカッターでカットして平らにして、気になるようであればこういうちっちゃい穴もパテで埋めていく方が綺麗にペンキが仕上がると思います。このひびとか段差の部分は余計なところはカッターでカットしてパテ埋め作業をしていきます。じゃあ穴を埋めるためのパテを作っていきます。これは2年前のリノベの時から使ってて、たくさんあったんですけど 3.2 キロあったんですけど、もうだいぶ終わりに近づいてきましたね。これを以前剥がした壁紙を使ってここでパテを作っていきます。でこの粉に水を混ぜてパテを作っていくんですが、こんな感じで土手みたいな感じにしてほんの少しずつ水を加えていきます。柔らかくなりすぎないようにちょっとずつちょっとずつ、あともう少しって感じですかね。ここでちょっと水を入れすぎると柔らかくなりすぎてしまうので、ほんの少しだけ。これは漆喰塗る前にもこれを使ってやりましたし、壁紙貼る前も段差があるところとかにはこのパテを使ってパテを塗って、乾いたらヤスリで平らにして、その上から漆喰を塗ったり壁紙を貼ったりペンキを塗ったりっていう風にして使ってます。どうでしょう、こんな感じで、こんな感じでいいかなと思います。でこれを固定板
固定板に乗せて穴を埋めていきます。足りるかな？足りないかもしれない。こんな感じになりました。これを塗っていきたいと思います。足りなかった。穴が結構大きく開いてるので大丈夫かな。ペンキを塗る以前の問題かもしれないです。ちょっとこれは嫌な予感がしますね。昨日塗ったパテ乾いてたんですが、ちょっとなるべく平らになるように上からまたちょっと塗って乾かしています。これに後でヤスリをかけて平らにしてから上からペンキを塗るっていう工程になります。こっち側の壁紙は自分で貼ったんですけど、最後仕上げの時にこの定規を当てずに切ってしまい失敗しちゃったんですよね、これ。なのでここもね、うまく今回のペンキをこうまっすぐ塗ってごまかせないかなってちょっと思っています。試しにそれもやってみたいと思います。でペンキを塗る前に養生をしなきゃいけないので、綺麗に塗るための養生が一番大変かなっていうふうに思います。養生マスカー、いろんな種類があるんですけど、これと塗装用マスキングテープを貼っていきたいと思います。こんな感じで全体の養生終わりました。さっきの壁紙のところはこういう風にマスキングテープを貼って、ここにペンキを塗ったらごまかせるかなと思って、うまくいくかわからないですけどこれでやってみます。扉のところはこんな感じでビニールで養生して、このテープがピシッと貼れてないと間からペンキが入ってきちゃったりして仕上がりが見栄えが悪くなったりするので、このテープの貼り方が結構重要なんですよね。でペンキを塗る前に一度このパテをヤスリを使って平らにしてからペンキをいよいよ塗っていきたいと思います。このパテがね、前回こっちの壁紙を貼った時にも使ったんですけど、もう部屋中がほっこりだらけになっちゃって、なので今回ちょっとこの養生の下でヤスリがけをしてみたら、気休め程度かもしれないですけど、ちょっとはほこりが舞うのが防げるかなと思うのでやってみたいと思います。ペンキを塗る前にこのシーラーをパテの上に塗っとこうかなと思います。使い方合ってるかどうかわかんないんですけど、
塗っといたらペンキが綺麗に塗れるのかなって思います。パテを塗ったところにちょっとコーティングするイメージで塗ったらペンキが綺麗に塗れるのかなってちょっと思って塗っていきたいと思います。それではペンキを塗っていきたいと思います。使用するペンキはこのアガートというちょっと紫がかった青。この細い部分はさっきの色とは違うペンキを塗ろうと思っていて、この広い面に関しては先ほどのアガートというペンキを塗っていきます。でここに木の枠があるんですけど、この木の枠とここのスペースの色を同じ色を塗ろうと今考えています。とりあえずやっていきたいと思います。広い面に関してはこのローラーを使って一気に仕上げていくんですが、ローラーを一気に塗っていく前にまず端の方をこのハケを使って塗っていきます。やっと本題に突入って感じですね。分離してるのでペンキをよくかき混ぜます。なんか落ち着いたいい色ですよねこれ。Stuck in the summer air, getting lost in the day, feels like an escape. Whisper me sweet nothings, all the words that you say keeps me wanting to stay. The sunlight feels so cold when you're not next to me. Summer moves too slow and we're spending it alone. I don't know you need
はようございます。翌朝になりました。結構いい感じに綺麗に塗れてるんじゃないかなと思います。ひびが入ってたところもパテで埋めて、ちょっとパテの跡よく見るとわかるんですけど、いい感じに綺麗になったんじゃないかなと思います。で、この昨日塗ったこの緑の枠なんですけど、これがもともと白のペンキが塗られてて、ペンキの上からペンキを塗ると浮いてしまうというか綺麗に塗れないことがあって、本当はペンキをヤスリで剥がして塗ると綺麗に塗れると思うんですけど、そういったサンダーみたいな機械がないと剥がすのすごく大変だと思うので、もう上から塗っちゃいました。で、こんな感じでムラになってるんですけど、ムラになってるところを今日は修正して完成させたいと思います。こういう感じで塗った筆の感じが残ってるのもこれはこれでいいのかなと思うので、あまりベタ塗りしすぎずにこの筆の質感を残した感じで最終の仕上げをしたいと思います。昨日のペンキは空き瓶に移し替えました。こうしておくと後からなんか修正したいってなった時にさっと取り出せてすごく便利です。これ以外にも以前の残りのペンキがあって、こんな感じで取っておくと結構使えることがあります。では今日はこの枠の部分を仕上げてペンキ塗り完成させたいと思います。